通信制高校の入学から卒業まで。橋本さん、こんにちは。ナビスケ先生、実は最近通信制高校についていろいろと調べてたら、一般的な全日制高校との違いがよくわからなくなっちゃって。例えば入学式とか卒業式にも違いがあるんですか？確かに周りの人が通信制高校に通っていないとわからない部分も多いですよね。今日は通信制高校の入学から卒業までの流れを話していきましょうか。はい、よろしくお願いします。まずは入学前の様々な準備から話しましょうか。入学前にもやることがあるの？大変だ。学校選びは人生においても大きな決断ですからね。しっかりと考えて準備をしてから決める方がいいですよ。確かに人生の選択だもんね。学校についてはどうやって調べたらいいんですか？そうですね。今は便利な世の中なので、インターネットで検索してみたり、気になる学校の資料を取り寄せるのをおすすめします。最初からどの学校に行こうとは決めずに、たくさんの学校を知ることから始めたらどうでしょうか。自分に合った素敵な学校を選ぶためには、いろんな学校を知らないといけないもんね。その通り。迷った時には住んでいる地域や自分のやりたいことから探してみてもいいかもしれませんよ。でもインターネットの情報や資料だけではわからないこともあるんじゃないかな。まさにその通りです。資料を見るだけではなく、実際にいくつかの学校に行ってみるといいですよ。学校が開催する説明会やオープンキャンパスなどのイベントを活用して、いくつかの学校を比較するといいと思います。比較すれば自分に合った学校がどんなところなのか少しずつ分かってきますからね。実際に通っている生徒を見たり、学校のリアルな様子を体感したり、そうしていくとなんとなくイメージもできそうですね。そうですね。わからないことや不安に思うことを直接相談することもできるんです。入学前に通信制高校への不安を解消できるいい機会ですよ。通信制高校に入るには試験があるんですか？ありますよ。学校側が生徒を知る大事な機会ですからね。どんな試験なんですか？試験の内容は一般的な入学試験のイメージとは少し違うんです。例えば筆記試験を行わずに書類や面接での試験が行われることが多いですね。筆記試験がないの？嬉しい。とはいえ学校によっては学力次第で入学ができないこともあるので、しっかり確認しましょうね。ちなみに面接ではなぜこの高校を選んだのかなどの質問をされることが多いですが、自分なりに学校を調べて比較して学校見学にも行っていれば簡単に答えることができるものですよ。よかった。じゃあ自然に答えれば大丈夫そうですね。試験に無事合格したらいよいよ入学です。通信制高校の入学式は基本的に4月と10月に行われます。10月にもあるんだ。一般の全日制高校だと4月のイメージが強いけど。そうですね。そこも違いの一つです。あと服装はスーツや襟のある服装などで参加する人が多いようです。ただ制服がある学校では全員ではないけれど、制服姿の生徒もいるようですね。ここはあまり気にしすぎなくても大丈夫ですよ。そうなんだ。実際の様子を見たことがないから教えてくれて助かる。ちなみに先生、入学式はどこで行われるの？入学式の会場は区民、市民会館などが多いですね。複数のキャンパスを持つ大きな学校は地区ごとに複数のキャンパスが合同で入学式をすることもあるんですよ。そうなんだ。入学式自体は全日制高校と同じような感じなのかな？入学式当日は午前中に集合して校長先生の話を聞いた後写真撮影という流れで、全日制高校と大きな違いはありませんね。いわゆる高校の入学式をイメージしてもらえれば大丈夫ですよ。なるほど。特に変わったことをするわけじゃないんだ。入学はゴールではなく、あくまでもスタートです。しっかりと卒業して初めて通信制高校に通ったと言えますからね。ここからは卒業に必要な3つの要素を説明しましょう。お願いします。その1です。通信制高校ではレポート提出、スクーリング、テストによって卒業に必要な単位を取得していくんです。一つずつ説明しましょうか。あまり聞き慣れない言葉だから教えてほしいです。まずはレポートですね。レポートはパソコンやスマホから提出できる学校もあり、いつでも好きな時間に進められる点が忙しい生徒には人気なようです。そして学校に登校して授業を受けるスクーリングというものもあります。年間5日ほどの合宿に参加すればクリアとする学校もあれば、週に1から5日通学する学校もありますね。学校により異なる部分なので、気になれば確認しておきましょう。
学校によってそんなに違いがあるんだ。テストについてはどうなんですか？テストは年に1から2回あり、これに合格することも卒業の条件となります。しっかり勉強して臨まなければなりませんよ。卒業がかかってるんだ。しっかり勉強しないと。テストは好きじゃないかもしれませんが、学校には楽しいこともたくさんありますよ。学校によっては毎月のようにお楽しみイベントが開催されているんです。学園祭や修学旅行はもちろん、バーベキューやボーリング大会、クリスマス会などを行うところもありますよ。遠足で有名な遊園地などに行くところも多いとか聞きますよ。楽しそう。イベントがきっかけとなって友達の輪が広がるという生徒の声もあります。自分の行きたい学校にどんなイベントがあるのかも知っておくといいかもしれません。さて、卒業についても話していきましょう。通信制高校は最短3年で卒業でき、学歴は高校卒業となります。全日制の高校と同じ高校卒業資格が得られるんですね。そうなんです。そこに違いはありませんね。卒業式も入学式と同じように区民・市民会館などを使うことが多いです。校歌斉唱や卒業証書授与などが行われますね。なんだか卒業と聞くと寂しいな。本当にそうですね。3年間で学校を大好きになった生徒たちが友達や先生との別れを惜しむ姿も多く見られます。それだけ素敵な経験をした思い出の場所になったということですね。今日はいろいろと勉強になったな。先生、ありがとうございます。こちらこそありがとう。きっと今はわからないことだらけでしょうから、いつでも聞きに来てくださいね。インターネットなどを使って自分で調べてみることも必要ですが、実際に在校生の声を聞くのもいいかもしれません。わかりました。今度の説明会で聞いてみたいと思います。